ブルーラグ代々木公園の松本です。今日は写真共有サイトのフリッカーを使ってバイクチェックしていきたいと思います。まずは1台目、リベンデルのジョーアパルーサーです。これ一見普通にこれのためにパーツを選んで組んでるような感じなんですけど、実はこれストラグラーから乗せ替えをしている車体なんです。ストラグラーの54っていうのが 700C のモデルで、リベンデルのこのサイズに関しても 700C のモデルなので、ある程度互換を取りながら乗せ替えビルドをしていったっていう感じですね。ちょっと写真のディティールを見ながら説明していきましょうか。ストラグラーはディスクハブなので、リベンデルのジョーアパルーサーの V ブレーキの対応とちょっと互換がずれるんですけど、ホイールはエンド幅が 135mm なんで、ここは幅が合います。ただディスクの台座のところが開いちゃうんで、今回はブラスのボルトを6本埋めて、なんかガトリングみたいにしてます。ちょっとこの金色の部分がこれブラスのボトルキャップネジですね。でハンドルはこれは新しく新調させてもらったんですけど、リベンデルのチョコムースバーってやつで、ブルームースタイプのチョコバーっていう扱いになるんですけど、珍しくリベンデルの中では、アップライズじゃなくてネガティブライズの設定になってますね。で女性の方がこうサイズギリギリのサイズで少しハンドルの位置を下げたいとか、アップライズすぎるとちょっとスピード感を失っちゃうって人とかによく使っていただいてますね。これがチョコムースバー。グラントさんがサンプルを作ってたところを見たことがあったんですけど、鉄パイプを曲げて自分で溶接してサンプルを作ってました。サンフランシスコでそれは目撃しました。定番のウォルドのバスケットと日東の M1 フロントキャリア、これはリベンデル組む上でもすごく定番なんですけど、手持ちのお荷物をドカンと乗っけてもらって日常使い、してもらうには調子いいのかなっていう感じですかね。リベンデルらしくタイラップ止めで簡単につけてます。このヘッドチューブのラグがもうこれ見てるだけでお酒が飲めそう。この辺も全部乗せ替えですね。リベンデルだとどうしてもやっぱスイープバーを使うんで、お尻にこうドシンって乗っかるような形でライディングポジションを取るんですけど、なるべくこうゆったりするライディングポジションをお求めだったんで、そのれにつられる形でスプリングサドルを付けさせてもらってます。でこれはモデルはブレックスのフライヤーっていうサドルですね。で穴開きのモデルなのでインペリアルって形です。でこれ穴が開いてるとここですね、たわむ分量が増えるんで、スプリングあとレザーのたわみプラスここに穴が開いてることで、もっとコンフォートな感じの乗り心地がゲットできちゃうって感じですね。全体像。ブレーキも今回ディスクからカンチブレーキにダウングレードしてるような感じにはなるんですけど、リベンデだったらそこまでバシバシスピードが出るわけではないので、自分のペースでゆっくり走ってもらう分には十分なのかなという感じですね。でこの方はストラグラー乗ってらっしゃって、ここからロングツーリングをされたいということでいろいろ自転車検討されたんですけど、不必要なスピードは特にいらず自分のペースで走って長距離楽しめるっていうことと、あと、積載をしてキャンプツーリングするっていうことがこのバイクの目的になったので、リアキャリアフロントキャリアつけて、で今フロントにはローライダーマウントを使って、フロントパニア用のキャリアがついてますかね。それ使ってこの前なんか高知までツーリングに行かれてたんですけど、この辺ですね、キャリアをつけて、日常と非日常をこうバランスよく楽しんでいただいてるのかなという感じなんですけど、これシエスタの青木さんと同じく、これは僕もともとフロントシングルで組んでますけど、ここを多段化してあげたりとかすると、また荷物の重さが増えたりとかしても、自分に負担の少ない形でツーリングを楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。で今回交換しているのはハンドルと、ヘッドセットはもともとついてくるんでそれは使い回しをしてますねぐらいなもんで、本当意外と簡単に乗せ替えができちゃったっていう恒例かなと思います。これフロントシングルですね。ここを多段化してあげると、荷物が重いとどうしても自転車自体が重くなっちゃうんで、シャカシャカ漕いで登っていくみたいな感じができるんじゃないかなと。キャリア、これは 33R っていうリベンデルデザインの大きい方のキャリアを使ってますね。ここの天板のサイズがちょっと違いますね。
今回はやや細めではないか、でも 50mm ありますね。ちゃんとしたボリュームタイヤって言っていいんじゃないかなと。サイドノブのオンロードもオフロードも走れる、バランスのいいツーリングタイヤ、ソーマのカザデロっていうタイヤを使わせていただいてます。珍しくこの APEX1 を使ってリベンデルで、1×11 段のコンポを使ってるんですけど、これも乗せ替えなんで、どうしてもそれにつられるような形にはなってるんですけど、本当はなんかリフリクションで9速 ×3 とかになるんですけど、たまたま見てたゴールデンサドルが組んでるジョアパルーサーにも偶然 APEX1 1×11 のコンポがついてて、なんか今っぽくってなんかクラシックなバイクがそれを飲み込んでる姿がちょっとかっこよかったんで、今回じゃあこのまま使っちゃいましょうかみたいな感じでお世界ここもさせていただいてます。こんな感じで一見これのためにパーツを選んだような感じなんですけど、実は乗せ替えだったっていう面白い車体を1個ご紹介させていただきました。じゃあ2台目いってみましょう。はい、2台目はブロンプトンの2速のモデルになるんですけど、今回これご紹介したのもこれ初めて代々木公園で1台パーツを選ばせていただいてフルカスタムで組ませていただいた車両で、とっても印象的だったので、ちょっとこれを改めてこのバイクチェックの場でご紹介させていただければなと思いました。これオーナーさんは実はこのフレームだけイギリスのご友人に譲っていただいて、フレームだけを持ってる状態だったんですけど、なかなかこう組み立てするのにパーツ、どういうのを使ったらいいかとかっていうのを、なんか考えつつ、やっぱちょっと迷路に迷ってしまったようなところがあったんで、組み方迷ってたところでうちがちょうどブロンプトンの取り扱いを始めたので、これはいい機会だと思って仕込みいただいて一から組ませていただいております。でこれもともとはピンクがここ一部分だけ露出してるんですけど、ここがもともとの色だったんですけど、これ全部あとメッキを施させていただいてます。ステムもフロントフォークも、あとメインのフレームの方もですね、これ全部こちらでメッキ加工をさせていただいてます。ただなんか全部メッキだとちょっと味気ないよねって話をして、元々のピンクはちょっと一部分だけ残してみようかっていう感じで、せっかくブロンプトン折りたたみで、いろんな関節部分があっていろんなパーツでできてるんで、元々のピンクをこう残してます。これは折りたたみとかじゃないとなかなかない発想かな。分割とかじゃないとできない色の切り返しですよね。で今回はブロンプトンのモデル名でいうと S タイプ2速っていうモデルになるんですよね。ストレートバーの2段変速モデルをベースに組み立てをさせていただいてます。で S タイプのハンドル幅に合わせてるんですけど、実はハンドルは当のウォシュレットバーを使ってます。ただハンドル幅ちょっと先ほども言ったんですけど同じにしてるので、折りたたみのクリアランスは確保してますという感じですね。でここちょっと遊び心なんですけど、これオーナーさんがまだポールのこのバーエンドを扱う前だったんですけど、ブルーラグがこれが絶対つけたいと言って持ってきてくれて、このバーエンドつけさせてもらってます。特に機能があるとは言えないかもしれないけど、ついてたらめちゃくちゃかっこいいっていう、ただそれだけですかね。ここが開きます。何を入れるかはちょっと分かりませんがあとクリス・キングも実はブロンプトンサイズオーバーサイズ用のスレッドのヘッドセットを作ってくれてて、一時期廃盤が危ぶまれてたんですが、またなんかしれっと復活しているみたいで、ブロンプトンは純正のヘッドセットがやっぱちょっとどうしても簡素な作りになっていて、ちょっと価格を考えたような感じのグレードのヘッドセットがついてくるので、ここはブロンプトンだったら長く使えますし、ヘッドセットもそれにつられて今クリス・キングは障害保障もついてますから、フレームと同じような寿命で長く使っていただける選択っていうのは、ここもキングついてるとやっぱねかっこいいから、そういう意味でもいいんじゃないかなと思います。クリス・キングのオーバーサイズ用のスレッドのヘッドセットを使ってます。これシルバーですね。一から車輪も組ませていただいてるんで、フロントはデイリーユースも考えてダイナモハブっていうのを使ってます。でこれそんなベンダイナモ、これは実はブロンプトン専用サイズっていうのがあります。16インチ用から20インチまで一応対応するダイナモハブなんですけど、ブロンプトン地味にエンド幅が違うんで、それに合わせた設計になってますね。で手組みで組んでる、これも嬉しいポイントなんですけど、ベロシティの A23 だけブロンプトンサイズを
用意してくれてます。16インチですね。専用ってわけじゃないんだけど16インチのモデルがあるんでブロンプトンにも使っていただける。これはみんなブロンプトンユーザー欲しくなっちゃうと思うんですけど、シュワルベのコジャック、これはクラシックスキンサイドっていうのかな、飴色のちょっと華やかなタイヤ、スキンサイドってよく言いますけどね、このタイヤをつけてもらってます。まだ残念ながら供給が不安定なんですけど、もしかしたら定番になるかも。これは僕たちもちょっと今熱望してます。ダイナモハブの説明をさっきしたんですけど、ライトはシャインウェーブサイクルビーコン、下手なオートバイより多分明るい光量がゲットできるって感じですね。でここに USB ポートがついてるんで、お手持ちの携帯とかを充電しながら走ったりすることもできます。サドルなんですけど、カンビームの、C19、ちょっとやや座面の広いタイプを選んでますね。でこの方も穴開きを選んでいただいてます。これも、ゴムなんですけど、ここに穴が開いてることでさっきと同じような感じでたわみの分量がしっかり確保できますよという感じですね。ブルックスのこのカンビームができた経緯っていうのも、レザーだとどうしても雨だったりとかいろんなコンディションで使う上でちょっとメンテナンスっていう面が気になるっていう方がいらっしゃるんで、こういうカンビームっていうものができたんですけど、ゴムベースのアッパーがコットンになってて、それがコーティングされているような感じですね。デイリーユースにはすごい使いやすいんじゃないかなと。ここはホワイトインダストリーズの VBC クランクっていうのをフロントシングル化してます。でそれに合わせてフィルトのテーパードの BB を付けさせていただいてます。ここもカスタムするからせっかくだから細かい部分なんですけど、乗る上でこのボトムラケットは地味に心臓部分と言えるぐらい足に伝わってくる体感があるので、ここも妥協ない選択。クランクもホワイトインダストリーズだから長く使うでしょうし、それに合わせるような形で、品質の上げて BB を付けさせていただいてます。このマットガードのピンクもフレームカラーのピンクにちょっとリンクさせるような形でちょっと細やかな配色。これが VBC クランク。これはアウターが52丁かな。なので、ブロンプトンの S タイプにつけてもそこまでスピード感を失わずに使っていただけるのかなという感じで、2段モデルはこの外装2段になるんですけど、このプッシャーっていうのが動いてからくりみたいにこっちに重い軽いって言い上がるんですけど、登らせることによって変速ができる。ブロンプトンの変速も6段になると内装3段っていうハブがついてくるんですけど、非常に重たいんで、僕もデジとよく話してるんですけど、最近内装3段いらないんじゃないか、外装2段の方がやっぱ街乗りでは使いやすいんじゃないかっていう話をよくしますけど、外装2段ですね。これがラムダ、これ普通のラムダなんですけど、ここが軸がボコって外れるようなタイプですね。イージースペリオルってやつか、ラムダイージースペリオルってやつです。この方は都内の移動がすごい頻繁な方で、時にタクシーで移動したりとかするのにブロンプトンだとすぐ畳んで移動ができるから、そういうのも含めてブロンプトン買われたんですけど、やっぱペダルがちょっと邪魔になる。で純正のペダルだとちょっと味気ないってことで、この三ヶ島のラムダペダルを付けさせていただいてます。ここボコッと抜くと簡単に折りたためちゃいます。こんな感じかな。で細かいところは、海外のメーカーさんとかでカスタムパーツが出てるんですけど、僕はブロンプトンは純正の部品がすごく好きで、すぐに手に入りますし、流通数っていう部分でも、メンテナンスするっていう部分でも僕は好感を持ってるんで、細かい部分ブレーキだったりとかシフターだったりとか、その辺もカスタムの余地はあったんですけど、ここはちょっと純正を守らせていただいて、その他のちょっと一から選んでる部分に関しては、せっかく選ぶからブルーラグで取り扱いのあるようなパーツをちょっと使わせていただきつつ、形も大げさに変えるってことはなく S2 タイプを尊重しながら、今回はちょっとクリーンにバイク構成をしていただいたっていう感じの1台になります。結構ガシガシ使ってくれてて、今これ私しばらく経つんですけど、やっぱこれバックがつけられるのが限られちゃうっていうのもあって、今ここにセフィットインダストリーズとウルトラロマンスのファビオズチェストを前につけてもらって、それをバスケット代わりに使ってくれてるんですけど、結構お荷物多い方なんですけど、どしどしそこにお荷物を突っ込んで都内の移動でブロンプトン大活躍してくれてるみたいです。じゃあこんな感じかな。今回はちょっと対照的なバイク2台のご紹介になったんですけど、他にもたくさんいっぱい紹介したいバイクがあるので、徐々に紹介していきたいと思います。
今回は代々木公園の松本が紹介させてもらいました。また次回。